かしこれだけ人数が増えるとカズトの言う形式にしたのは正解だったわね。サワが予備を用意してくれていたのよ。私は何も言っていなかったのだけれどね。こんなこともあろうかとなの。それうちのや大事なセリフなんやから勝手に取らんといて。そんなの知らないの。そうだよ、人のセリフを取っちゃダメなんだからね。ほらお前たち、会場で騒ぐんじゃない。おとなしくしていろ。そんなん騒ぎ待ち。カリン様、隊長、申し訳ありません。また後で。あの程度戦いのうちに入るものか。カリン様、そのお姿は。そうか、沢め憎いことをしおる。カリンね、よく似合ってるっす。やっぱり結婚式をやってよかったっす。ありがとう。これは泣いているわけではない。心の汗というものだ。それに台無しになったと思っていたのに、このお姿に加えてちゃんと宴まで。旬ね、よしよしっす。私は子供ではないぞ。すまんな。助かったぞ本郷。返す。そうか、すまんな。それにしても本郷といい風といい、みんな気前がいいな。私はカリン様の命ずるままに動いただけだ。大したことはしておらん。ああ、なんとかという裏切り者が姿を見せるまで時間稼ぎをする必要があったからな。兵同士もぶつかりはしたが、我々の一騎打ちを見ていただけのものも多かったから、結果的に被害は少なくなっただろうな。当たり前だって私にしてはとはなんだ。まるで私が普段何も考えていないようではないか。あら、考えているならいつももう少しうまく報告書も書き上げられないものかしら。それは考えるのはカリン様やシューランの仕事であって。でもみんなひどいっすよ。私にだけなんも教えてくれないんすもん。出陣したすぐ後に皆の前でちゃんと話したでしょう。カロンもあの場にいたわよね。カズどっちのことが心配でそんなの聞いてなかったっすよ。そうっすよ、カズどっちここ最近ずっと私やカリン姉に心配かけすぎっす。カズとのそれも今に始まったことではないけれどね。自分の胸に手を当てて聞いてみるっす。カ
カロンの言う通りよ。だな。カリン姉の計画？カリン様、今回の計画、何か見込み違いでもあったのですか？ええ、少しね。やっぱりそれって結婚式がうまくいった後に作戦をすればよかったってことですか？いえ、シャオレンたちが入ってくるまでは予定通りだったのだけれど。どこからでもいいでしょ。何？私がいたら不満？おやおやお兄さん、何やら修羅場ですか？ケイファと3人でカリン様にお祝いの言葉を言いに来ようと思ったのですが、カリン様が？ああ、それはしょうがないですね。ですが、その話は私も初耳ですね。カリン様がさらわれてははいはい、りんちゃん、トントンしますよ。トントいえ、そのお気になさらず。お兄さん、それ以上蒸し返したらりんちゃんまた鼻血出しちゃいますからほどほどに。なるほど、そういうことですか。いえ、カリン様がさらわれる理由です。まあカリン様の気持ちもわからないでもないですね。こういうお役目についていると嫌でも。カズト殿はいつお知りに？なるほど、大変でしたね。とはいえその思惑を分かりたくない方もいるみたいですけどね。それよりもカリン様、一体どういうことなのです？どうしてカリン様がさらわれる手はずなのに。納得がいかない？いきません。ケイファの言う通りです。レンにさらわれるなどという危険なことは本郷にでも任せておけばよいのです。そうっす。カズトッチかどうかは置いといて、カリン姉がいなくなったら葬儀はどうするんすか？そういうことよ、ケイファ。どういうことだ、ケイファ？カリン様は私たちのお試しになるおつもりだったのですね。私を書いた義軍がどう振る舞うか気になるでしょ？カリン様を書いた葬儀などありえません。春蘭の中ではありえなくとも、私が欠けた後も民と兵は残るのよ。それこそ私が本当にいなくなってもね。そんな。それとも私がいなくなったらトウカとレンファに国を譲り渡す？
様、私とレンファちゃんが何の話？私が死んだ後、葬儀は蜀と呉の2国に併合を望んでいるらしいのよ。いらない？カリン様。春蘭やケイファ曰く、葬儀は私あってのものだそうでね。私に何かあった後は2人に後を託したいそうよ。ちょっとかりんちゃん、そんな縁起でもない。そうよ。しかもこんなめでたい席で。私も別に死ぬ気はないけれど、いずれは起きうることだもの。決めておくに越したことはないわ。それにその時になってから後継者の一人も決まっていないようでは、それこそこの葬儀はバラバラになってしまうでしょうしね。そこからかつての三神のようになるくらいなら、身請け先を決めておいた方が良いでしょ。秦はかつて戦国の時代にあった国の名前です。権力争いで3つの国に分裂して、以来それをまとめて三神と呼ぶのですよ。まあ確かに私には将がいるけど。だからって義をもらうとかそういう話は全然別だよ。ねえみんな。そうっすよかりんね。そのような話はまた日を改めて。私の腹にも悪うございます。あら、そうならば仕方ないわね。とりあえず春蘭様、ゲイは一度外の風にでも当たってきましょう。そうね。仕方あるまい。カリン様、失礼します。フーは起きてください。お話は終わりましたか？ええ、少しみんなで風に当たってきますよ。はーい。それではかりん様、お兄さん、失礼します。なんだか大騒ぎだったね。けれどカリンも悪いわよ。何もこのような席で。はいはい、もうその話は終わりなのでしょ。望むところよ。だからお話はもう終わりなんでしょ。改めて結婚式おめでとう、かりんちゃん。その格好よく似合っているわよ。ありがとう。どうかした？やっぱり羨ましいなーって思って。あら、今度こそ本当に意義ありというつもり？そんなことしないよ。でもご主人様との結婚式、私もしたかったなーって。やはり3人ですればよかったかしら。すまなかったわね。別に抜け駆けをしたつもりはなかったのだけれど。この間の会議の様子でカリンがそんなことをするなんて思わないわよ。そうだよ。かりんちゃんするならするって言うでしょ。ええ、こんなことで同盟を不意にするほど子供ではないつもりよ。でもやっぱりその学校は羨ましいよね、レンファちゃん。そうかしら。入り用なら職人をそちらに使わせるけれど。大丈夫、うちの城下にもすごい職人さんたちがたくさんいるから。あら、もう花嫁衣装を手配させているような口ぶりね。ドキ。レンファちゃん。私は別に構わないわよ。そうか、この時点で手配しておくという手もあったのね。そうやってこっそり準備するのってずるいよね。そうかしら。いや、かりんちゃんのことじゃないよ。
ぱりレンファちゃんのところの準備が終わるまで待つことにするよ。それでちゃんと決めてもらおう。そんなこと決まっているでしょ。そうだよ、ご主人様。そうね。かりんと式を挙げた後、次にするのは私と。私。どっちがいい？ほらカズト、ちゃんと答えなさい。ご主人様。カズト、いざ。いざいざ。あ、逃げた。ご主人様。カズト。まったくもう。ご主人様。お兄ちゃん。ご飯。カズトも2人にご飯持ってきたんか？レンドのと組んでいたのは今も昔もネネですぞ。ああ、はいはい。まあゆえっちんとこにおった頃はよう飯も食いに行っとったな。しや。はいはい。ほれ、次は肉まんやで。ゆえっちやAも一緒に来れりゃよかったんやけどな。せやな。また食に行った時のお楽しみか。ねえ、お兄ちゃん。シャンもお腹すいた。ええで、また後で取ってくりゃええんやから。ありがとう。しや。はいはい。次な。あんして。あん。お兄ちゃん。わかっとる。それ以上は言わんでええ。しや、次はネネも。おお、お前も食うか？そっちじゃないのですぞ。シアは昔からだからいいのですぞ。お前とは違うのです。シア。レンドも次はネネがお世話をさせていただきますぞ。
変わらずネネはレンのこと大好きやな。当たり前ですぞ。お兄ちゃん。お兄ちゃんのシューマイおいしい。もう行くん？そうか。なあ、気ぃつけてな。またね。本当にあんたたちどれだけ食べるつもりなのよ。シャオもう食べられない。タンポポも無理。ちょっとカズト、手伝ってよ。こいつら全然手に負えないんだけど。兄様、今日はお疲れ様でした。大丈夫ですよ。料理は式で仕込んだ分が十分残ってましたから。ルル、おかわり。はーい。さすがにリンリンたちと勝負する気はないよ。単にルルの飯がうまくってさ。別に演習だのなんだのは大変でもなんでもなかったんだけどさ、ルルとシューレンが意外に手強くってな。こちらもとても必死でしたよ。スイさんに抜かれたらもう私じゃ追いつけませんから。はい、おかわりです。お、ありがとう。ご主人様も食うか？ちょっとカズト、手伝ってって言ったのに、なんでこんなところでご飯なんて食べてるのよ。レンファとメイリンが通ったから任せてきたわ。ほら。妹なんてこういう時に使わなきゃ。私もカズトと同じのちょうだい。はーい。けど不思議なものね。いくらカリンの策だったとはいえ、昨日はあれだけ刃を打ち合わせていた者同士で、今はこうして宴を開いているんだもの。私もそれは思うぜ。そうですね。はい、セレン様、リン様。ありがとう。美味しそうね。私の舌は厳しいわよ。美味しい。早っ。美味しいものはちゃんと認めるわよ。けどこのくらいでいいのかもね。
むところと食べるものがあって、みんながこんな穏やかな暮らしができるなら争いなんて起こるはずがないもの。だな。私たちもみんなで清涼の草原で馬走らせてるのが一番楽しいもんな。難しいですけど目指す価値はあると思います。私としてはちょっと退屈だけどね。ちょっと姉様、ガストを呼んでくるって。なんでこんなところでご飯食べてるのよ。ああ、ごめん。スイたちが食べてたのがつい美味しそうで。トーカがカリンに話があるみたいでね。メイリンも来てたし、ちょっと席を外したの。トーカ様も今回の件、トーカ様なりに気にしてたみたいだったからな。あら、どこに行くつもり？そう。ならいいけど。お粗末様でした。親方、トーカ様は見なかったか？そっか。ご主人様もトーカ様を？そうですか。いえ、トーカ様の望むことならそれはそれで構わないのですが。親方はトーカ様に厳しすぎないか？私の分はいいから、その分トーカ様に甘くしてあげろって言ってるんだ。そういうのはもういいって。けど今回の件はあれじゃトーカ様が辛すぎるだろう。そう猛徳に試されるようなことばかりされて。こらえんや、口を慎め。分かってるよ。トーカ様だって全部分かっててお引き受けになったってことも、トーカ様はお優しいから。もう義の大掃除に協力する意味も、それが最終的に蜀の平和につながることもみんな分かってるんだ。私だって。だから私はトーカ様のためにしているのであって、別に親方たちのためにしているんじゃ。親方、蜀の将なら当たり前のことだなあ、アイシャ。ああ、そうだな。
いやいい。だからそういうのは東花様にしてあげろって言っただろ。まったくもう。あれも恥ずかしいのですよ、ご主人様。お気を悪くなさいますな。その割には表情が冴えないようですが。ご主人様もカリンも東花様の成長を期待しての振る舞いだと分かっていますから、エンヤも本当は理解しているはずですよ。エンヤを放っておくわけにもいきませんから、私もこれで。構いません。重くなったらご主人様に甘えます。はい、お任せください。わかったわ。考えておきましょう。よろしくね、かりんちゃん。ご主人様。ありがとう。別に構わないわよ。何の話かもどうせ聞いていたのでしょ。何も言わないの？あら、いつもは10日に甘いくせに。何？そう。部屋に戻るわ。みんなもう好きにしているでしょう。構わないわ。そうね。なら好きになさい。何か言いたそうな顔をしているわよ、カズト。ええ。あら、レンとも体を重ねていたのではなくて？ミウの時にはしていたようだけれど。どうかしら。カズとは当初と相対していたのでしょ。それが私ならその場で首を上げられていたかもしれないわよ。そ
そこまで嫌だったの？構わないわ。左手のカゴがあるのでしょ？もっと自分が口にした言葉を信じなさい。それともカズとは何でもないわ。気を回しすぎる男は嫌われるわよ。何？緊張しているの？別に私を部屋に招くのも初めてではないでしょうね。何？あれだけしておいてまだ初めてと思ってくれるの？別にならおいでなさい。私がもう一度カズとの初めてもらってあげる。カリン様、先ほどおっしゃったことは？あら、聞こえていなかった？何分朝でまだ頭が寝ているようで、もう一度おっしゃっていただけるとよくわかると思うのですが。二度も言うのは嫌いなのだけれど、まあいいわ。当省、五隻、五子蘭、王子服以下、今回の事件で捕らえたものすべてに恩赦を与えるわ。構わないわね。全員ですか？不満そうね、リン。それはまあカリン様に刃を向けた者たちですし、先日の蜂蜜農場の件と同じく律に従っても死罪を減ずるのは難しいかと。あれもミウの死罪を減じたでしょ？ですが首謀者は斬首したという噂は流していますし、カズト殿の除名もありましたから状況が違います。当省たちに関してはここで厳正に処罰を行い、公庫の憂いを断っておくべきです。私もリンの意見に賛成です。一度歯向かった者たちです。二度目三度目がないとは思えません。そう。他の皆は？本郷貴様、またか！カズト殿？ミュウ殿の時はまだしも、今回はカリン様にまた危険が及ぶ可能性があるのですよ。
だとすれば上に立つ者が温情を持って接するしかないということか。それこそ謀反人をつけ上がらせるだけかと。カリン様、いくら産休といっても現状の祭りごとを把握していないのは問題でしょ。町議への参加はお許しいただいたのよ。それよりケイファも反対かしら？その前に一つ確認なのですが、今回の御社の件は職の当家の嘆願を受け入れての形なのですか？そうね、形としてはそうなるかもしれないわね。なんですと？だとすれば他国の意見を受け入れるなど。なおのこと、嘆願を受け入れるのは良策かと。なんだと？お前。確かに今までの葬儀であれば厳罰をもって処すのが正しい姿勢でしょう。しかし平和になった時代のその振る舞いはともすれば過度な暴虐と取られかねません。ですが職の嘆願を受け入れたとすれば職にはこの件で貸しを作れる形になりますし、何より友好国の意見を聞く姿勢を持つと内外に知らしめることができます。ついでにこれからも一言進言があったことにすれば、葬儀は三国同盟や名所の惚れに本意がないことも示せるかと。以上です。わかった？春蘭。わからん。もうせっかくわかりやすく説明してあげたのに、あんた何なの？お前の説明は分かりにくい。結局どういうことなのだ、シューラン。カリン様の寛大さを示す良い機会になるだろうということだ、姉じゃ。おう、それならわかるぞ。だがカリン様の寛大さを示すのは良いとして、それで当将どもが考えを改めなかった場合はどうする？その時は春蘭に任せるわよ。親類縁者まで全部首をはねるなりなんなり好きにすればいいでしょ。あら、カリン様のお慈悲で命まで狙ったところをお許しいただいたのよ。2度目なんてあるわけないじゃない。それに何かあれば除名を申し出た当家の面目も立たないでしょ。なおのことお優しい職に借りが作れるじゃない。願ったりだわ。別に優しさなんかで言ってるわけじゃないもの。せっかく謀反なんて起こしてくれて利用価値があるんだもの。使えるうちは使わせてもらうわ。まあここまでされて2度目の反逆を起こすほど愚かな連中ではないと思いたいがな。微妙。リンと春蘭はどう2度目を許すことがないのであれば。そうですね。ひとまず葬儀の宣伝材料として利用するのであればやぶさかではありません。ならその件はそれでいいわね。原型の程度の案はリン、あなたに任せるわ。はっ、お任せください。さて、なら次の議題ですけど、ケイファちゃん、お腹は大丈夫ですか？別にこの程度なんということもないわよ。競技に出るのも運動になってちょうどいいくらいだわ。当たり前でしょ。
あんたに言われるまでもないわよ。そういえばお兄さんは次のご予定は？はい、かりん様とも結婚式を挙げましたし、三国の皆さんともお帰りになる前に暑い夜を過ごされたようですし、そろそろ他の誰かや王のどなたかとも赤ちゃんができてもおかしくないんじゃないかなと。おい、本郷。兄ちゃん？ああ、そういえばレンちゃんあたりとも。私カズトッチにそういうこと全然してもらってないっす。ずるいっす。なんで私まで巻き込みますの？それよりカリン様に赤子などどういうことだ。なんだと？ならば他の二人に先に赤子をはらませたというのか。カリン様を何だと思っているのだ。カズト殿の赤ちゃん。花嫁衣装は着たいけど、赤ちゃんはもうちょっと先でいいかな。せやな、しばらくは作りたいからくりもあるし、うちも可愛がってもらうだけでええかな。僕は兄ちゃんとの赤ちゃんなら欲しいかな。ルルとシャンフンは？私は恥ずかしい。それに妊娠となると任務からも離れなければならんしな。なんや、そのくらいやったらうちが変わっとるで。俺、ナギもカズトに赤ちゃん欲しいって言うてきたらどうなん？いや、そういうわけでは。ナギちゃんだったらシャワも応援するの。せやな、うちらの中で先陣切るならナギやろうしな。だからかりん様。何かしら？ふう。かりん様は実際のところはいかがなのですか？さあ、どうかしらね。それはふうも一緒ではなくて？そうですね。ふうはこうやってみんなを見ているのが一番幸せで楽ちんかもしれませんね。そう。カズトッチ、じゃあ次は私と赤ちゃん作るっす。ほらカズト、ナギもごっつ有料物件や思うで。シア様。ナギちゃん、恥ずかしがらなくていいの。